旅。こんにちは、あおです。今日も旅始まりました。私は今日本一周旅の真っ只中です。今は北海道の釧路市というところにいます。今日はですね、これから日本最東端納沙布岬に行きたいと思います。まっすぐね、納沙布岬に行ってもちょっと面白くないので、その間にね、いろいろ寄り道しながら行きたいなと思っております。まず向かうのがですね、釧路といえば釧路湿原ということで、細岡展望台というところに行きたいと思います。釧路湿原はね、以前にも動画でアップしたんですけれども、その時とはね、また違った展望台に今から向かいます。違ったね、景色が見れると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。では早速向かってみましょう。あ旅。うわー、綺麗。釧路湿原の真横走れるんですね。川なのかな、これは。めちゃくちゃ景色がいいです。これはずっと舗装路で行けるのかな。緩やかなワインディングが続いて、ここの道も気持ちいいです。結構狭い道に入ってきました。ギリギリすれ違えるかなっていう感じの道ですね。対向車来るかもしれないので、ゆっくり行きたいと思います。こっから急に未舗装になりました。まあでもフラットダートですね。溝溝、よいしょ。おっと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 めっちゃガタガタ。あ、着いたかな。釧路湿原駅があるの。あ、着きましたね。細岡駐車場。結構車止まってますね。じゃあバイク止めてちょっと見てきましょう。現在地がここで、展望台はもうちょっと先ですね。細岡展望台まで200メートル。はい、こんな感じのね、車道を歩いていきます。かわいいマンホールが袋になってます。ちょっと待って、めっちゃ綺麗。すっごい綺麗。あ旅。綺麗でしたね。釧路湿原展望台と比べると景色はね、どっちも綺麗なんですけど、こっちの方が歩く距離が短かったので楽でしたね。はい、ということでですね、続いて向かう場所は琵琶瀬展望台です。琵琶瀬展望台はね、霧多布湿原を一望することができます。ここからね、50キロぐらいです。じゃあ早速続いてのスポットに向かって行ってみましょう。今回の日本一周ツーリングから新たなアイテムが増えました。それがこちら、ナビです。いや、今までね、ナビついてなかったんですよね。四国ツーリングの時とかもナビなしで走ってて、でも iPhone をつけるとカメラがね、おかしくなっちゃうっていうのを聞いてずっとつけてなかったんですけど、視聴者さんから古いスマホをナビ代わりに使ってますってコメントを結構いただいて、あ、それいいなと思って、ナビ専用の iPhone をメルカリでめっちゃ安いの探して買ってみました。なんと iPhone7 です。分かってはいたけどすごい楽道に迷わないっていうだけでもね、本当時間のロスが防げますからね。まあナビがあっても道に迷うのが私なんですけども。おー、綺麗。いや、結構ね、こういう道多いんですよ、北海道って。このアップダウンのある直線道路っていうかね、綺麗ですよね。大好き。あー、すごーい、めっちゃ綺麗。これは牧場かな。いや、ジェットコースターの道抜けたと思ったらこんな景色最高ですね、ここ。そう、こういうね、道なき道が綺麗だから道東好きなんですよ。綺麗、綺麗すぎる。これ晴れてたらもっと最高なんですけどね、一応雲の晴れ間に向かって走ってるので、ちょっとね、後半期待してみましょう。晴れたー、気持ちよすぎる最高。はい、ということで北太平洋シーサイドラインです。シーサイドって言いながらね、ここはちょっと海が見えないんですけど、この後ね、海見えるところを走るので
かなりいい景色が期待できるんじゃないかなと思っております。着きました。びわせ展望台です。びわせ展望台から見る霧多布湿原です。湿原の中にさ、家があるのがすごくないですか？今ね、ちょっと曇っちゃってるんで景色がね、あんまり楽しくないんですけど、晴れてたらね、本当にめちゃくちゃ綺麗な場所なんですよ。おすすめです。さて、これからですね、ソフトクリーム食べに行きたいと思います。買ってきました。このソフトクリームに使われている牛乳がですね、なんとハーゲンダッツでも使われてるっていうことで、超高級な味がしそうです。これね、めっちゃ美味しいんですよ。いただきます。美味しい。甘みが強いですね。甘くて濃厚でこっくりっていう感じの味がします。これは美味しい。はい、じゃあ今からですね、最東端野サップ岬に向かいたいと思います。ちょっとね、天気が怪しくなってきたんですけど、まあ大丈夫でしょう。じゃあ行ってみます。霧多布湿原って書いてますね。湿原の中突っ切れるんですね。本当日本じゃないみたい。めっちゃ綺麗。北太平洋シーサイドラインです。海沿い走れてめっちゃ気持ちいい。あ、馬がいますね。牛じゃないよね、あれ馬だね。すごい牧場なんだけど、自然の状態で野生の馬みたい。いやー、のどかでいいな。わー、すごい馬運んでるのかな、馬連れてってんのかな。めっちゃ大きい馬でしたね。今のバンバってやつですかね。すごいな、ああやって連れてくんだ。初めて見た。日本最東端の町根室に到着しました。町だ町。さっきまでいたのがね、原っぱと海しかない場所でしたからね、すごい町に感じる。野サップ岬はこの先あと23キロのところにあります。待ち抜けました。寒い。真夏のはずなのに、秋冬ジャケット着てんのに寒い。さすが根室。なんか曇ってるのもあるんですけど、風がねすごい冷たいですね。今気温何度なんだろう。20度は絶対ないな。17度とかかな。バイクに乗ってると涼しいというより寒いですね。あと17キロ帰っていきましょう。着きました。野サップ岬です。日本最東端着いたぞー。はい、ということで野サップ岬にやってきました。ちょっといろいろね見て回りたいと思います。結構ね夕方になっちゃったんですけど、お腹空いたのでまずはお昼ご飯したいと思います。熱海。今日はね国後島がはっきり見えます。この時期はね霧がすごいらしくて、こんだけ見えるの珍しいとのことです。運がいいねっていろんな人に言われました。
今見えてるこの大きい山が羅臼山です。でその隣にある小さい山、これが茶々岳っていう山らしいです。I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong. So go ahead, tell me all the ways you miss it. How you want me back in your bed. But I'm not around for hearing you out. I gave you too much honestly, and you closed the door. あ、旅じゃーん、もらってきました。日本本土4局最東端到達証明書です。これのサップ岬ですね。でこの証明書なんですけど、東西南北全部あって裏がねこんな感じで4分の1ずつに分かれてるんですよ。なので東西南北全部回ると1枚の大きい証明書が出来上がるっていう仕様になってます。今回はねこれを集めて4局証明書作りたいと思います。ということでね、無事に最東端到着しましたので、今日の動画はこの辺で。私のね日本一周旅まだまだ続きます。よかったらねチャンネル登録して一緒に回ってください。コメントもねぜひぜひお待ちしております。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。